ドリームランナーチャンネル。こんにちは、司会の広岡です。本日も二輪四輪のレアな情報を紹介するドリームランナーチャンネルを放送いたします。本日はモビリティリゾートもてぎ様のコレクションホールにお邪魔しております。今回は、ホンダの元エンジンのエンジニアで、モトクロスのグランプリ監督としても活躍された渡辺信義さんに来ていただいていろいろと教えていただきます。ではまずこちらにあります CB750 の主なヒストリーを振り返ります。CB750-4 は1969年に発売されました。当時はホンダの最大排気量は CB450 でありまして、国内他社でも、川崎 W1 の OHV650、海外ではトライアンフノートの OHV650、あとハーレーがあったという時代でございました。そういう時にですね、OHC 並列4気筒67馬力、最高速度200キロというハイパーフォーマンスマシンを出しましたので、他社を圧倒するものであり、世界中のユーザーを魅了いたしました。発売直後に行われました鈴鹿10時間耐久レースで優勝したこともあり、爆発的ヒットを記録しました。量産当初は砂型鋳造だったクランクケースですね、こちらを、増産に対応するためダイキャスト製に変更いたしました。では本日の特集のコメンテーター渡辺信義さんのご紹介をさせていただきます。渡辺さんは、ホンダ技術研究所で二輪レーサーのエンジン設計をやるとともに81年に世界グランプリモトクロス 500cc の監督としてホンダを3連勝に導かれました。ホンダ卒業後も講演活動や、空冷星型エンジンの開発など後進の育成に尽力しておられます。では渡辺さんどうぞ。こんにちは、渡辺です。私はですね、1968年に、ホンダに入りました。でちょうどその時、工場でですね、この CB750 のエンジン生産をしておりましたので、69年の発売ということで、当年の東京モーターショーに展示される、このマシンの仕立てを、若輩ながら担当させていただきました。そんなエピソードがあります。それではですね、こちらの CB750 について渡辺さんに、質問を、いたしたいと思います。でまずですね、この CB750 のエンジン開発にあたりまして一番重視された点は何でしょうか。はい、私が入社する前、に、生産をされていますので、内容的にはですね、私が、研究所に移ってからこの CB750 を、設計開発された方々にいろいろお聞きして得た情報で、お知らせしますと、最初の案内にもあったようにですね、世界初といいますか、ホンダの中でも排気量の一番大きいバイクと、爽快に気持ちよくスピーディーで安全にということで、特にですね、今までになかった、高性能、特に速度が200キロオーバーまで、可能というようなマシンですので、いきなりですね、開けたら吹っ飛んでいっちゃうということで危ないので、基本的には一般の方が乗ってですね、分かりやすく乗りやすい、それに安全性を含めた、ということで総合的なバランスを取った、設計思想になっております。はい、安全性についてはしっかり考えられていたんですね。そうです。でそうは言っても私当時の乗った記憶がありましてですね、やっぱりこのバイクはですね、アクセルを開けた時の加速と音の迫力っていうのは本当しびれましたね。
渡辺さん、このバイクの、はい、運転感覚とあと操作の対応といったところの、バイク開発に関するキーポイントっていうのを一つ教えていただけますか。ですね、一つは、エンジンが 750cc ということで、大きいもんですから当然パワーもありますので、これほどのパワーのあるバイクを普通の人はね乗るのは当然初めてになりますから、それと、当然ながらいろんな安全装備を考えてトータルのウェイトが220キロぐらいになりますので、過去にあったものよりもやっぱりはるかに重たいということなので、やっぱり取り扱いが、人間の体とのバランスを考えて、分かりやすく、特にブレーキ関係とかね、走る方だけでなく、止まるというか制御する方も十分に考えた内容が入っております。はい、そうですか。それで、このバイクの特徴というと、特にですね、こちらのフロントのディスクブレーキが当時びっくりしたんですけども、この辺のエピソード何かありましたらお願いします。はい、これはですね、私が研究所に入ってから聞いた話ですが、最終的に仕様を決めて、よしこれでいこうという、判断を下す、一番上の責任者の方がですね、速く走るのは分かると、しかし安全を考えるとちゃんと制御ができてちゃんと止まれると、乗ってる人に要するに安心感を持ってもらえるようにするためには制御の要であるブレーキも考えなきゃいけないよと。でついてはもう四輪ではねディスクブレーキは当たり前に使われているし、もう二輪だってここまで来たらディスクブレーキを装着ということも考えなさいという、コメントがあって、ディスクブレーキの初採用と、レーサーはそれまでね、全部ドラムブレーキで使ったので、ディスクブレーキは新鮮だと思います。はい、いやもう当時やはりディスクブレーキっていうのはびっくりしましてね、この CB754 っていうのはパフォーマンスもさることながらそういうブレーキもすごいのついたなっていうんで、当時も私もびっくりした覚えがあります。で、こういったスポーツバイクが世界で大人気になったって私先ほど説明したんですけども、渡辺さんヨーロッパ以外でなんかそういうのを見てきたっておっしゃってたんですけど、そのことをちょっと紹介をお願いします。私はですね、2004年と2013年に2度ほど、イギリスのグッドウッドのフェスティバルにも行きまして、来場されてたねいろんな方ともお話ししまして、ホンダの750は非常に素晴らしいバイクだと。要するに初めての人が乗ってもですね分かりやすくて気持ちよくて、よくぞこんなまとまったバイクがねできたもんだと。だからある程度スーパーバイクの要するに基準というかねスタンダードを世界に広めたということで、認知されたねバイクで、これは世界的な評価も得ているということで、いい意味で自慢できると思います。はい、そうですか。わかりました。CB750 フォアについてのコメントは以上です。あとですね、エンジン関連でいきますと、カバーに隠れて見えませんが、これドライサンプという方式をとってまして、エンジン自体が大きいので、本当ならば、容量の大きいオイルパンを下の方につけたいんですが、そうすると全体ね重さが上がってしまうので、要するにエンジンは低めに設定しながらもオイルの容量はドライサンプにして稼ぐと。これが冷却方式が空冷なもんですから、市販車の場合には当然ながらね、渋滞ということも考慮しなくちゃいけないので、渋滞した場合に、オイルの量で、冷却をするということの意味も含まれた、構造設定になっております。はい、それでは、CB750 フォアのおまけをいきます。で、先ほど市販車の解説をしてもらいましたけども、こちらに CB750 のレーサーがありますので、渡辺さんにちょっと説明をお願いいたします。1969年市販された CB750 ですけども、当然国内のレースにも出て、次の年の、デトナのレースにも参戦しまして見事優勝と。でその後ですね、日本人ライダーの住谷森生がやはりデトナに挑戦して、6位で入賞ですかね、ということで、基本的にエンジンベースは量産のままでチューニングアップということなんで、いかにベースがしっかりそういうねレースにも耐えられるような作りであり、
繁盛ねうまく活用されたかと。でここに2台入れまして、そちらの黄色いやつがやっぱり、エンジンチューナーでは有名ですけど、ポップ吉村のところで、やっぱりアメリカのレース向けにこの CB750 を、チューニングアップして、出たマシンです。まあ吉村はホンダのバイクでも相当いろんな、ね、CB7 人の時代からやってますからアメリカ人に大変人気がありまして、このでかい方についても、一応商売にね役立ったんじゃないかなというふうに思います。ということで、CB750 は、幅広く世界中いろいろ活躍をしたということで、大変記憶に残るいいバイクだったなというのを改めて感じたという気がします。はい。はい。はい、引き続き渡辺です。よろしくお願いします。今この前にありますのがホンダの第1号の、バタバタというですね自転車に小さなエンジンをつけたバイクです。これは宗一郎さんがですね終戦直後に、戦争に敗れた日本がですね軍の無線機に使っていた電源のエンジンをなんとか自転車につけてですね便利に使えるようにできないかというアイデアから作られたもので、ホンダの本当の意味の原点のオートバイになります。で私はですね74年に研究所に入りましたけれども、自分が入ってからは当然周りはよく見てやってるんですが、入る前のホンダがどんな人がどんなことを考えてものを作ってきたかということをいろいろ学びました。そんな中で、一般に呼ばれている温故知新という言葉がありますよね。温故知新というのは辞書を引くとですね古きを訪ねて新しきを知るとわけのわかんないような解説しか書いてないんですけども、私の理解としては例えばもう60年も70年も前にですねその当時の人がどうしてこれを考えついたかと。でそれの発展型がその後素晴らしいオートバイ車につながっているわけですよね。ですから要するに温故知新というのは古い人の頭の中にどれだけ先を見る考え方があったのかということを大事にしたいと。で、私いろんな人のことわざなりをよく聞いておりますけど、例えばですねジュール・ベルヌというフランスの科学者小説家でもありますけど、彼は人間が想像するものは将来必ず実現すると言ってあります。ですからやっぱり何十年も先にはこれができるだろうということをですね見通せる力といいますか柔軟な頭脳ということを大事にしなきゃいけないということもホンダに入ってですね古いものを見ながら勉強させてもらったという記憶があります。はい。CB750 の情報はいかがでしたでしょうか。ご覧になっていただきどうもありがとうございました。こうやって振り返るとですね CB750 の方はいかに当時画期的だったかということが分かると思います。気に入っていただけましたらチャンネルの登録と高評価よろしくお願いいたします。あとですね、概要欄にドリームランナーチャンネルのリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただきたいと思います。あと最後に今回はモビリティリゾート茂木さんのコレクションホールの協力いただきまして撮影をさせていただきました。どうもありがとうございました。それでは CB750 についてはこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。